はい、皆さん、こんにちは。ユニバーサンドのあやのでございます。いつもですね、YouTube をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、私が先日、当時の過ごし方について、配信した動画の、当時点の時間が、間違っていたことに対する、お詫びと、何が起きていたのかという説明を皆さんにお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まずは、とにもかくにもですね、当時点の時間をですね、間違えてアナウンスしてしまったことを本当に心よりお詫び申し上げます。その後ですね、動画を削除して、そして、すぐに動画を撮り直すことができなかったので、YouTube の方からは投稿という形でテキストを出して、インスタの方では、ストーリーズでね、それの旨をシェアさせていただいたんですけれども、全員の方がそれを見たとは思いませんので、私が一番最初に出した動画のまま、当時点の時間がね、違その誤解のままね、大切な当時の日を過ごされてしまった方もいらっしゃるんじゃないかと思って、本当に心よりお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。で、ここからはですね、なんでそんな凡ミスがあったのかと、ありえないですよね。で、それについてやっぱり説明をするのが、うん、誠意ある態度なんじゃないかなと思って、お話をしたいんですけれども、すごく私の個人的背景、についてお話をすることになるので、それをこう言い訳でしょっていう風に感じる人もいらっしゃると思うんで、決して何かこう、弁解をしたいとか、言い訳をして、許して欲しいとか、そういったことではなくてですね、背景をちゃんと説明した上で、こういう事態が起きましたということまで含めてシェアするべきだなと思っているので、お話をしたいと思います。はい。まずですね、当時の過ごし方っていう時に、私はその当時点の時間を6時21分だったかな、という風に、アナウンスしてしまったんですけれども、じゃあ、さてそれは一体どこから出た数字、出た時間なのかということなんですけど、私、あの先生術とかやってないんで、自分でほら、ホロスコープとか読めないので、もちろんインターネットでね、当時点について検索するんですけれども、チャット GPT をね、使ったんですよ。2025年の当時点は何時とかいう風に、もちろん日本でっていう風に書いたんですけれども、で、そこでチャット GPT から返ってきたのが6時21分だったんですね。で、それをもとに太陽がね、1度を1日かけて移動するっていうので、前後12時間っていう風に計算して、動画をね、お話ししたんですけれども、時間違ってるやんってなって、で、動画を削除さしていただいて、で、チャット GPT に午前0時3分じゃないって、12月22日のねってやったら、なんとチャット GPT が、あ、みたいな、ちょっと時間がかかってですね、確認不足と僕の思い込みでした、みたいな。と思って、ありえないじゃんっていう風に打ったら、すごい言い訳、なんかほんとに人間の言い訳みたいなのが返ってきてですね、これは決してどっかの国の何かと間違えたとか、2025年じゃなくて、20何十年の当時の時間と間違えたとかじゃなくて、ほんとに何の根拠もない、よくわからないその時間っていうのを言ってきたんですよ。で、おかしくないと思って、ありえないよねって思った時に、ハッとしたんですけど、何がありえないって、もちろんこんなことありえないじゃないですか。例えばその Google でね、すぐ検索してくる、そんな6時21分なんてどこにも出てこないし、例えばなんかこう ChatGPT にこう
使ってね、こう AI 検索をした時に、こういう説もありますし、こういうケースもありますみたいな、そういう話じゃないじゃないですか。明らかに言って、ピンポイントの時間なんで、その情報が誤情報でしたっていうのは、ありえないなと思って、なんでこんなことが起きたんだろうと思った時に、えショックな方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、包み隠さずはっきり申し上げますと、サイキックアタックが入ってましたね。はい。で、こっからは、本当にやっぱり私の、落ち度もあるので、言い訳に聞こえる部分も大いにあると思うんですけれども、お話を進めますね。えっと一応経緯を先に話すと、それがあって、ChatGPT が間違ってたってことがあって、で、そうだ、何かが入ってるんだと。アタックが入ってたんだっていうのに気づいた後にですね、20日、21日かけて、邪気抜きというか、そのね、入っていたエネルギーを抜くのを総出でやっていました。なので、もちろん動画をね、出せなかったっていうのも、それも原因なんですけれども、1人で対応しきれなかったので、私を含めて4人で、総出でエネルギー抜きと、そのコードのカットとか、浄化とか、結構ダメージがあったので、そういったものの修復とか、1日に何回も、丸2日かけてやってました。で、ほぼ21日、昨日でほぼ抜けたんですけれども、やっぱり抜けたからって、すっきり快調っていうわけではなくてですね、やっぱりその入ってた部分のダメージっていうとあれなんですけど、いや、ほんとに痛いんですよ。だからそういう痛みが取れてもやっぱそこはまだ少しだるかったりとか、そういうのはまだ残ったりしてますね。ちなみに、今回入ってたのは、例えば、地球外生命体とか、なんか、嫉妬とか、そういうものではなくて、完全に呪術系でしたね。なんで呪いの類でしたけど、なんで今回はね、同じ人間から、かけられたものでしたね。そんなことあるのって思うかもしれないですけど、これはね、答え合わせができませんので、信じても信じなくても全然それは構わないです。で、実は、私は、こういった邪気とか、そういう干渉っていうのかな、ちょっとした冷やかしみたいな、そういったエネルギーがちょこちょこ来てるなっていうのは、感じてたんです。1ヶ月ぐらい前かな。うん。で、それを分かって、認めていたわけではないんですよね。ここは、やっぱり私の方感覚っていうか、そうですね、感覚的なものなので、どのぐらい皆さんと理解をね、持てるかどうかわかんないんですけれども、えっと、なんでもそうなんだけど、そういう自分にとって不快なエネルギー、それはもちろん人の思いとかもそうだし、その場所、土地が持ってるものとか、あとは明らかにそういう目に見えない、霊体的なものもそうだけど、それをね、ゼロにして自分だけ完全ユートピアの状況で、24時間365日居続けるっていうのは不可能なんですよ。なので特に私みたいな、体質であったり、こういったチャネリングとかヒーリングとかライトワークをしていると、そういうものを皆さんよりもっと肌身で感じる、ラインにいるんですね。なので、それをゼロにできないっていうのを、分かって、どっちかというと、それをほんとに全部ゼロにして、ほんとに自分のそのクリーンな状態だけでいたいっていうのは、やっぱり行き過ぎてるんじゃないかなっていう風に私は思ってたんですね。なので、ある程度そういった邪気であるとか、干渉みたいなエネルギーが分かっても、全部抜いたりとか、全部その都度、やって浄化をするってことはしてないんですよね。で、そんなことしてたら、生活できないです、ほんとに正直。どこにも行けないし、誰とも会えない。YouTube なんかとてもじゃないけど、配信できないですね。これをするだけで、皆さんが思ってるよりも、いいものもそうでないものも、ありとあらゆるものの影響がぶわっと来るんですよね。で、そんな中で、どうやって暮らしていくかっていうのを思った時に、その全部を神経質に、そして血眼になって探さない、
ある程度そういった含みを持たせておくっていうのが、私の中でのその妥協点だったんですね。で、なので、今回もそういった気配っていうのをずっと感じていて、で、ある程度なんかちょっとほんとに嫌だなと思うと、ファーっとこう取ったり払ったりとかしてたんですけれども、そんなに深刻にね、根こそぎ抜いてやるみたいなことはしてなかったんですよ。で、それが実はとってもこう巧妙にかけられていたんですよね。この話をすると、やっぱり本当に信用問題に関わると思うので、私にとっても一つ覚悟というか、勇気がいることではあるんですけれども、この当時の5日間前、集中ヒーリングとかやってましたよね。で、人によっては、あなたそういったサイキックアタックに入られたまま、ヒーリングしてたのって思うかもしれないんですけど、今回なんでこんな事態になるまで、私がその最終的に、徹底浄化をしなかったかっていうと、めちゃくちゃ出入りをすることで、巧妙に隠れてたんですね。だから気配っていうのはずっと感じてたんだけど、ヒーリングする前に必ず自分を整えたり、場の浄化とかするんですけど、そうするとふわっとね、薄まるっていうより抜けてくんですよね。で、ああ、取れた取れたと思って、ああ、しっかりクリーンになったと思ってワークをするんですよ。で、普通の自分の意識に戻ってくると、知らない間にまたスーッとこうね、入り込んでくるっていう、そんな感じで出たり入ったりしてたんですよね。だから、決定的にそれを捉えるっていうことが、できなかった。でも、逆に言えば、そういったヒーリングをしている時は、ちゃんと抜けた状態、本当に自分が確認して、トランスに入った時の、クリアな状態だなっていうのを見てゴーが出てたので、そこは、安心していただきたいんですけれども。で、そもそもですよ、なんでこういう事態を自分が招いたのかっていうね、私もこっからやっぱり学ぶことがあるはずですし、これを皆さんとシェアするっていうことは、やっぱり自分にとってのまた次のステップのね、決意表明にもつながることなんですけれども、うーん、そうですね。その邪気であるとか、そういったサイキックアタックっていうのが、私にとってその日常よくある風景なんですね。で、皆さんが思ってるよりも、やっぱり体のダメージとか、そういった負担とかリスクっていうものに常にさらされながら、なんとか生活のバランスを取っている、私なりに。っていう中で、例えばチャネリングをする、トランスに入ってヒーリングをする、ライトワークをするっていうことが、これだけ続けてきてね、で、2025年はフィールドワークに3回も出てるように、内容もすごく詰まってきて、自分にとってそれがすごく、いい意味で日常になってたんですね。で、そのチャネリングをするっていうこと自体がもう特別じゃないっていうかさ、自然になってたんですね。でもこれって、振り返った時に気づいたのは、やっぱり良くも悪くもっていう部分があったんじゃないかなっていう風に思います。うん。例えば干渉とかさ、そういった自分が望まないエネルギーも、日常のありふれた風景になってしまったように、自分がチャネリングをするとか、そういったことも、割と当たり前なんですね。で、そういう目に見えない存在たちとの関わり合いとか、コミュニケーションっていうのも当たり前なんですね。下手したら、生きてる人間なんかよりももっと頻繁に、そして、濃密なコミュニケーションを私は取っているので、それってさ、一回一回がそんなに特別ではなくなってくるんですよね。でも、私にとってそれは一つの、今回完全に終わったなと思うんですけど、やっぱステップ、一つのフェーズだったと思うんです。それが、特別なことではなく、自然に朝起きて、ご飯食べて、寝るようにチャネリングをするとか、目に見えない存在と一緒に、働く、お勤めをするっていうことが、暮らしとして当たり前である。その中には、そういった負のエネルギーやサイキックアタックっていうものも含まれている。全部込み込みセット、陰陽合わせて、清濁合わせて、それが自然で日常の風景になっていたっていうのが、良くも悪くも出たのが今回の、原因、背景だったというふうに思うんですね。で、
いや、チャネリングとか普通じゃないでしょって、ヒーリングとか別に誰でもできることじゃないじゃんって思うかもしれないんですけど、本当に私は自分がその特別な選ばれた人とかって、本当に1ミリもそのことを思ってなくて、例えばその職人何でもいいです。ものづくりでも、ご飯でも、何でもいい、先生でも、何かそういった職人とか先生、そういう仕事、アスリートとかさ、アーティストとかさ、その中の一つがチャネリングをやってる私っていうおんなじラインに私の中ではあるんですね。だから特別ではないんですよ。で、そのどの仕事でもあっても、その自分の、センスを生かしてさ、で、試行錯誤して経験を積んで、で、少しずつそうやって磨いてその道を歩んでいくじゃないですか。ね、誰でも。それが同じように自分もチャネリングとか、そういうヒーリングライトワークに関しても、まるっきりそれが当てはまっていたんだけれども、またここで出てくるんですよ。いいも悪いも。私はその自分のチャネリングとか、そういう次元を超えてやる活動っていうものを、特別視は決してしてなかったんだけど、それはいい意味で。でもそうじゃなかったとしたら、やっぱり神聖さをね、失っていたんじゃないかなと思うんです。それは新鮮さじゃなくて、それがどれだけこう尊いことであるとか、ぱり、そうだね。それが私の中で少しやっぱり色褪せていたじゃないですけど、決してね、なあなあになっているとか、おごりがあったとかって、そういうことではないんです。だけど、もし言うんだったら、慢心はあったんじゃないかなと思うんです。先叩くにしてもそうだけど、これぐらいだったら大丈夫だろう。体の痛みとか、その不快感で自分が辛いな、不調だなっていうのも、このぐらいだったら大丈夫だろうっていうのが、少しこう、慢心があったっていうのは、やっぱり事実なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。例えばさ、一回こういった、先がタクでさ、大こけしたの別に今回初めてではないので、前回あれだけのダメージがあって、これだけのこう、とんでもない事態になってしまった、体のあれがこうだったっていうのが一回経験すると、それはもう全然当たり前に自分は乗り越えられるっていう風になっちゃうんでね。でもそれは当たり前なんていうのかな、過程としては当たり前ですよね。経験したことが次に来て、もう一回それが特別なことじゃなくて、もう経験したからそれはできて当たり前、耐えて当たり前とかさ、それを乗り越えて当たり前とかさ、そういう風になっていくのの、いろんなものが総合的に見て、私の中での慢心があったんじゃないかなっていう風に思うんですよね。で、これがやっぱり冬至の前にガツンと来たっていうので、もっかい襟を正さないといけないなっていう風に思いました。で、実は、12月、11月ぐらいから、2026年のライトワークのもう、準備というか、取り組んでるものが始まってたんですね。で、当初は一つの項目について、事前準備からいろいろ始まってたんですけれども、急遽12月に入ってもう1個並走してワークをやるってことが決まってですね、で、エネルギーの書き換えとかそういうのもガンガンやってたんですよね。で、そこで冬至を迎える直前にこういったことが、私の中で発覚して、振り返って自分の慢心であったりとか、良くも悪くも当たり前で自然な感覚になっていたっていうのを感じて理解した時に、この先ですよね。2026年、私がまたライトワークでいろんなことをしていく、チャネリングで皆さんにメッセージをお届けしていく、毎月のヒーリングで、ワークをお届けしていくとかさ、やっぱりもっともっとクオリティを高めて、いけるし、ワークなんかで言ったら、もっとシビアなものにやっぱ向き合っていく。去年の繰り返しではなく、もう一個ステップアップをして進んでいくんだっていうのをやっぱ実感したんですよね。だからこそ、うーん、自分の体勢っていうのかな、痛みがあるのに、よくあることだからって言ってそれを放置しないとか、チャネリングに対するその、
慣れ親しんだ日常の風景でありながらも、やっぱり毎回毎回神聖な気持ちで、やっぱり、取り組んでいくとか、そういったいろんなことの物事のさ、姿勢みたいなものを改めないと、2026年のこの先の次のフェーズはいけないんだなっていうことを、痛感しましたね。なので、今回のこの一件は、私個人に、収まったことではなくて、YouTube を通してそれを視聴してくださった皆さんにも、ま情報が間違っていたということで、影響が出てしまったわけですし、やっぱりこの自分がそのやってることの、その余波であるとか、影響であるとか、そういったことを改めて見直す、きっかけをね、今回私は学びとして、得ることができました。その視聴回数とかさ、フォロワーの人数じゃないっていうのは分かってたはずなのに、なんとなくさ、そういうところも爪の甘さみたいなことが、自分の中にあったんじゃないかなっていう風に思います。これがね、例えば自分が出した動画が1万人だ、3万人だってなったら大変な騒ぎですよね。それこそ、すごいバッシング受けたりとかさ、炎上しちゃったかもしれないでしょ。こんなん私もう耐えらんないですよ。全然耐えらんない。もうすぐぺちゃんこになっちゃうから、やっぱり、そういったことも、発信していくっていうことの姿勢だよね。を改めて、振り返るきっかけにも。ね、YouTube をね、もう何年も続けてきてさ、もう私のそのスピリチュアルな発信って、エンターテインメント性なんてもうとっくのとうになくなってるし、みんなが知ってるような、その、エネルギー体、意識体とかって、もうほとんどコンタクトしてないじゃない？もう空間とかさ、もっと大きい銀河とかのそういった象徴的な意識とかエネルギーを扱ってるから、やっぱなかなか共感してもらいにくいしさ、やっぱりこう言って、こういう結果が出るみたいな、そういった目先のことだけに関する、ヒーリングワークもチャネリングメッセージも、もう、そういうのはもうとっくのとうに過ぎてしまったので、分かる人が分かるみたいなね、発信ばっかりでしたけれども、だけど、それでもやっぱりちゃんと受け取ってくださる方がいるわけですし、話が脱線してしまったので戻したいんですけれども、とにかく今回は、まとめると、私の慢心が全てを招いてしまったんだなっていう風に思って、そこは本当に素直に、それ認めてるし、反省してるし、やっぱり痛いとかさ、辛いとか不穏だっていうものを当たり前にしたらダメですよね。その全てをね、クリーンな状態っていうかさ、何がそもそも自然な状態かってさ、ありとあらゆるものがあるわけだから、それを目指すんじゃなくて、少なくともやっぱり自分が心地よくあることであるとか、自分のパフォーマンスが最大限に発揮できるような環境を常に作る努力っていうものを、怠ってはいけないなっていう風に思いました。はい。そんなわけででしてね。そうか、じゃあきっとあの動画を配信されてる時も、そういった呪術系のエネルギー入ったのかしら、怖いとかさ、そんなのも別に気にしないで、平気でこう過ごしてるなんてちょっとなんか、普通じゃないよね、あの人とか、わかんないです。どんな風に受け止められたのか、どんな風な理解をされたのかわからないですけれども、そして、やっぱり私の感覚とか、私の生きてるこの環境みたいなものを全てお見せすることはできないので、誤解をされたりとか、変なところでね、そうじゃないんだけどっていう伝わり方をしてしまった部分もあるかもしれませんけれども、これが精一杯私の言葉を尽くして、今回あったことを素直に認めて、そして、説明もして、それをどうして、来年に生かしていくのかっていうのを、私なりにこうしてお話しする機会を持たせていただきました。はい。なので、本当に背筋をね、
正して、また心機一転、今日は、夜ね、Zoom で青の空間ですから、うん、ほんとになんか、ほんとに陰から陽に転ずるっていうけど、ほんとになんかね、生まれ直したっていうか、一回死んだって感じです。ほんとに。2日間丸2日かけてやってた邪気抜きも、マジで辛かったです。ほんとにやってもやっても抜けないし、最後、ほんとにその姿っていうか、あれを捉えた時は、こんなのに私は狙われてたのかと思うと、なんかね、崩れ落ちるようでしたね。うん。ですね、「私何した？」みたいなさ、「オタク知らないし」みたいな。いろんな意味で死にましたので、そっから、蘇りのごとく、陽に転じて、私もこっから、さらに自分を磨いて、真摯にこの道をね、進んでいきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。お昼間から、ライブ配信入ってくださっている方もありがとうございます。そうなんだ、がっかりの人もいるかもしれないし、話してくれてありがとうの人もいるかもしれないし、分かりませんけれども、ぜひ、今後とも、YouTube を視聴してくださったりとか、私がやってる、サークルにね、関わってくださったら嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。